さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、なんとめちゃくちゃ美味しいキャロットケーキ、こちらできましたので、ぜひ作れるようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。これ無塩バターですね。無塩バターとこれ下がナッツで、ナッツとレーズンです。あとスパイス、人参、卵、きび糖、薄力粉、ベーキングパウダー。あと上に塗る、アイシングなんですけど、これ粉糖とクリームチーズとバター、これで作っていきます。はい、今日の型なんですけど、これパウンド型ですね。で、中に紙入れて、この状態で焼いていきたいと思います。オーブンは180度に予熱してもらって、焼くのは170度です。ここまで準備お願いします。はい、これ材料なんですけど、まず必ず粉は振るってください。これ今回、薄力粉と、あとスパイス入るんで、スパイスが入る場合はもう間違いなく振るってください。これベーキングパウダーと、これシナモン、ナツメグですね。で、スパイスは好きなので全然いいんですけど、この2つは絶対入れた方が美味しくなると思います。で、振るっていきます。で、振る目的は、この粉を全体に、この3種類の粉ですね、全体に均一に散らしたいので、泡立て器とかで混ぜるだけじゃダメです。でこういうダマも必ずこう手で潰して、混ぜるようにしてください。で、これちょっとね、まだ完全に混ざってないので、あと2回ぐらいちょっと大変なんですけど、振るっとくと、この後作業が楽になると思います。あと2回振るっときます。はい、じゃあちょっと混ぜていきます。これバターなんですけど、こう見てください。必ずこうやって押して、柔らかい状態で用意しておいてください。その方が混ざりやすいので、そうしてます。で、冷蔵庫から出したてのめちゃくちゃ硬いバターだったら、少しレンジで温めるなりして、こんな感じの状態にしておいてください。ここにお砂糖を全部一気に入れちゃいます。で、泡立て器で、こう泡立てたいわけじゃなくて、バターが持ってる水分に、こうやって吸わしてる感じですね。そうするとこう、とろけてくるんで、泡立てるわけじゃないです。モムベラ短く持って、こうやって吸わしていってください。はい、これぐらいになったらバッチリです。はい、これバターと砂糖の部分に卵を入れていくんですけど、卵はなるべく常温の方が混ざりやすいと思います。分離とかしちゃっても全然いいんですけど、ちょっと分離させないポイントで、こう事前にここでこうやって混ぜといて、卵白って水分なんで、卵黄は油分ですね。で、ここ少し混ぜとくと、分離とか気にされる方、分離してもいいんですよ。分離してもいいんですけど、こうやってやると少し分離しづらいです。でこれ一部だけちょっと入れて、泡立て器で混ぜていきます。はい、混ざりました。このぐらい、なんかトロトロシャバシャバな状態で全然大丈夫です。この後またやっていきます。はい、ちょっとその間に人参なんですけど、ちょっとこう、粗く出るものと、あと細かくなるもの。これで食感の違いだけなんで、全部細かくしても粗くしてもいいんですけど、ちょっと今日は 2パターンで、これおろしていきたいと思います。量は適当です。イメージこんな感じ。これと、あと完全におろしたものでやっていきます。もうね、食感ですよ。これ好みなんで全然気にしないでやってください。はい、これ全部できました。これで準備しておきます。はい、じゃあちょっと混ぜていきたいと思います。さっきおろした人参ですね。これも全部入れて、で、軽く混ぜます。で、ここでこうやって分離してくるんですけど、もうね、全然気にしなくて大丈夫ですからね。もうこのままもう無視して、水分が入るんで分離するのは当たり前なんで、ここにふるっといた粉類を入れます。で、泡立てるんじゃなくて、なじませるように、こうやって動かしていってください。で、ちょっと分離してたような生地が、しっかりこう繋がって、なんかちょっとこう、濃いめのマヨネーズみたいな、とてもてっとしてるんですけど、なんかモロモロした感じはなくなります。これで生地はもうバッチリ OK で、泡立て器はおしまいです。はい、残りの材料なんですけど、これナッツと、レーズンですね。これ好みで入れてください。これ入れちゃいますね。で、ゴムベラで、
底の方とか混ぜ残しがないか調べて、もう簡単にもうすぐ混ざっちゃうので、はい、これで生地はバッチリです。型に流して焼いていきます。はい、じゃあ紙引いといた型に流して、あと焼いていくだけです。これで焼いていきます。はい、ちょっと生地を焼いてる間にこれアイシング作っていくんですけど、これバターと、これバターの硬さ柔らかいじゃないですか。あとこれチーズの硬さ。で、これが同じ硬さだとすごい混ざりやすいので、必ずここでしっかりバターとチーズを柔らかくして混ぜといてください。馴染ませる程度でいいんですけど、こうやってこう、なんだろう、ボウルにこうね、押し付けるようにこう混ぜてると、結構混ざりやすいです。で、ここにお砂糖ですね。お砂糖一気に入れちゃいます。で、これ3つを混ぜるだけのめちゃくちゃ簡単なレシピなんですけど、もう多分ね、キャロットケーキの味わいってね、僕これだと思うんですよ。これを美味しく作れるかによって味が全然変わるので、皆さん同じ硬さにして、こうやって押し付けるようにしっかり混ぜて作ってください。で、少し硬かったんですけど、お砂糖、粉糖ですね。粉糖が入ることによって、クリームって柔らかくなります。で、ケーキの上に乗せて冷やせば硬くなるっていうクリームです。はい。混ざりました。もうとろっとした感じですね。これでこのクリームは完成です。さあ、焼けました。いい感じです。はい、これ常温でしっかり冷めた状態ですね。そしたら、紙外して、で、さっき作ったアイシングを表面に塗っていきたいと思います。これね、もう、絞ったりせずに、皆さんこうボテボテっと乗せる感じで、いいと思います。さあ、できました。いい感じです。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、食べてみたいと思います。めちゃくちゃ美味しそうですよ、これ。周りが結構クリスピーかも。うまい。うまいね。うまいね。さあ、これポイントのおさらいですね。これ、今日人参入れたと思うんですけど、人参に皆さん多分ね、全部こう、おろしちゃうレシピ結構多いんですけど、食感のために千切りも入れました。そうすると、これ全然味わい全然違ってくるので、それおすすめです。で、もう一個は、ちょっと途中分離しちゃうんですけど、もう全然気にすることなくもう混ぜまくってください。それで混ぜて混ぜて混ぜて焼けば、もう絶対綺麗にできますので、ぜひ作ってみてください。あ、最後、もう一個だけですね。必ずこれしっかり予熱してください。予熱して決められた時間焼かないと、これね、周りが結構カリッと焼けて、中がふわっと、これさっき割れてたと思うんですけど、ふわっと焼けるんですよ。で、これは予熱なんで、必ず予熱してください。それでしっかり決められた時間焼いてください。それさえ守れば、めちゃくちゃ美味しいのできると思いますので、ぜひやってみてください。今日も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。